皆様こんにちは、みえちゃんです。前回の動画でね、またたくさんの方来ていただき本当にありがとうございました。今日もね、張り切ってやっていきたいと思います。ロンドンですよ。ねえ、昔ね、ロンドン、ロンドン、ロンドン、楽しいロンドンなんとかっていうね、変なコマーシャルあったけど、腐ってもロンドン。音楽のメッカ、ロックのもう中心地ですよね。やってくれましたね、風さんとうとう。先に行く前にね、この前私一晩中スピーカーにかじりついてね、風さんのLove Like This 英語をねリスニングして翻訳したんですけど、なんかあちこちみんな翻訳どんどん動画出してるじゃないですか。あれネイティブだってそんな簡単なはずねえべとあれと思って調べたら、なんと翻訳サイトあったんですね。知らなかったの私だけ？てか遅すぎでしょもう。ご飯も食べないでやったのに。でもね皆さん、これからは風さんの英語の歌詞大丈夫です。はい、そのサイトで見れますから。なんか後でリンク貼っときますね。これ AI でやってんのかね、よく知らないんだけど。だからなんか私の翻訳やっぱ間違ってたとこ一箇所ありましたね。スタービングとか言ったけどタイアリングみたいですね。みんなタイアリングで出してますね。疲れたっていう、疲れ果てたかな。あと分からなかった部分もねコメントで教えてくださった方ありがとうございました。てなわけでね、今回講演が行われたこのシェパーズブッシュエンパイアというね、何やら悠々しき名前の会場なんですけどね、私この建物の名前すごく好きなんですよ。はい、これ直訳するとシェパーズっていうのは羊飼いですね。でブッシュは茂みですね。で茂み草むらね。でエンパイアはもうエンパイアステートビルの帝国っていう意味ですね。だから羊飼いの茂みのエンパイア、すごいですね。羊飼いっていうのはね、暗にねキリストのことですね。またはね迷える子羊を導く指導者のような存在をね表してるんですね。でここで以前動画でも言いましたけど、ハチ公のねグレイのお兄さんね、グレイのあれを着た迷える子羊、ボンプって言いましたけど、これで勘のいい方はねもうピーンとくると思いますけど、聴衆が迷える子羊だとしたらですよ、風さんはてん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 となるわけですよ。はい、またまた考えすぎかもしれませんけどね。はい。でね、Love Like This をね歌ってたんですけれども、この風さん見てくださいよ。はい。もうどうしたってね、これね、これ背中に羽をね生やしたくなるような、はい、頭に輪っかをつけたくなりませんかね。これねこれ人様のね画像だからね、ちゃんと出どころはっきりしておかないとね。これね月子さんという方の動画なんですけど、リンク貼っときますね。であまりね神格化とかしちゃいけないんだけど、風さんってほら内面がそのまま出てるからね、本当に美しいんですよね。てか神々しいですね。はい、大天使ミカエルみたいですね。私夫がねカトリックだったもんでね、ミカエルはね悪魔を追い払追い払うね癒しの天使で、あと導いてもくれますね。菩薩と同じですね。まあ天使って結局人間が作り出したイメージですからね、実在するわけじゃないんで。はい。あとねガブリエルっていう天使もいますね。これはね神の言葉を伝える天使。はい。どっかにあったんだけどね、これねなんかね芸術的な能力をくれる天使でもあるんですね。ダ・ヴィンチの絵で有名ですね。受胎告知、
なんていう絵もありますけど、だから芸術的な能力だからミュージシャンにはぴったりですね。風さんにはガブリエルがついてんのかななんてね私もねこうやって部屋に飾ってるんですけど、これガブリエルなんだけど、これ笛をね吹いてるのね。これ見るたびに風さんのサックス演奏を思い出すんですよ。でここで私毎朝ねささやかなお祈りを捧げてます。欠かしたことない。だけどね本当に天使がいるなんて信じないでくださいね。そういうスピ系いっぱいありますけど、まあ信じたらやばいですからね。本当にあたおかになっちゃいますから。あくまでもイメージですからね、アートとしてね楽しんでください。でもう一つあったんだけどいいか。これねこんな感じでなんか横道それちゃったんですけど、でこの会場はね20世紀初頭に建てられたもので、そんな古くないんですね。なんていうのなんだっけ、当初はね日本で言えば浅草演芸場みたいな、ちょっと違うかなあんな感じの演芸系の劇場だったんですって。だけど大戦後はねBBC がそこを買い取ったんですね。でね60年代かな、いろんな歌手のねミュージック番組やったわけなんですよ、ここで BBC がね。でもうお年頃世代にはねもう涙出るような歌手揃いですよ。クリフ・リチャードとかね、ルルとかね、ルルって言いました。ほらこれいつも心に太陽 To serve with love っていうのね、映画もありましたね。シドニー・ポワチエが良かったね。あとダスティ・スプリングフィールドとかね、シャーリー・バッシーどっかに出しといたんだけどどっか行っちゃったけど、あとゴールドフィンガーの人ね、あの人88歳ですよ。シャーリー・バッシーどこかにあったんだけどどっか行っちゃいましたけど、ジェームス・ボンドの映画ね見ましたよね、この人ね。であとなんだろう、あとペチュラ・クラークって言いましたね、イギリスの歌手ね。あの人大好きだったんですけど、このシャーリー・バッシーも大好きだけど、この人ねダウンタウンね、はい、この曲も流行りましたよね。When you are alone and life is making you lonely, you can always go downtown ってありましたねこういうねそうそうたる人たちがここのあれで BBC がやってたんですね。そして90年代にやっとね劇場になったわけです。でエイミー・ワインハウスがねここでやったライブを2007年にリリースしてるんですよ。それとねあと1999年にローリング・ストーンズもやってますね。それから日本からは布袋寅泰さんっていうの2018年に行ってますね。で意外とびっくりしたのがビートルズここに出てなかったんですね。ですぐ近くのなんかスタジオでやってたらしいんですけど、まあビートルズって言えばね60年代ね、あの頃ねThe Animals っていたんですよ。で私その時15歳だったんですよもう生まれたばっかりでね、日本に初めて来日したブリティッシュロックのグループがアニマルズだったんですよ。で友達とコンサート行きましてね、もうお小遣い貯めて、もう風さんのねステージ見ててあの頃を思い出したんですよ。なんとね最前列で見たんですけどね、もうエリック・バードンね、あの人ののぶとい声をね直に聞きましたよ。黒人ブルース系のね曲をあれだけ歌えるのはね当時白人にはなかなかできなかったんですけどね、あとステージとね観客の距離がまだなくってね、ステージにね肘ついてねうっとり見てたんですよそしたらオルガンの人がねウインクしてくれたのもう一生の思い出、はい、今じゃ考えられませんけどね。今回ねやっぱりね風さんそういうところだし、
ね全力で歌ってますよね。バンドもね頑張ってて、なんかみんな張り切ってる感がね見えてね、もうすごいグレード高かったですね。藤井風バンドとでもね言いたいぐらいでしたね。満ちていくなんかね、これデュランさんのね足元に座ってね、デュランのギター冴えてましたね。でこれはねナナさんという方の画像なんですけどね、リンク貼っときますね。すごい綺麗です。でね、トークの方もね、今回風さん相変わらずね無邪気に聴衆を笑わせてましたね。まあ大体内容はね、花とかグレイスのトークは相変わらずねブレずにみんな不必要なね執着捨てて、内側の花、自分の持っている本来の愛に気づいてねって言ってましたね。まあアジアで振りまいたメッセージをねヨーロッパの人たちにもね、もうまるで花をねまき散らすように振りまいてますね。まあ他の人がやるとね説教臭くなっちゃうんですけど、風さんの言葉だとねもうスーッとね心に入ってきますよね。英語でのねコメントにもね、まあ英語だけどねヨーロッパの人かアジアの人か分かんないんだけど、彼の曲聴くとね自然に涙が出てくるって言ってますね。素晴らしいです。あれで真っ白の時ね Day1 だったかな、これ初めてここでやるんやけどみたいな感じで言ってね、でキーとかね例の規制を発してましたねあれって天使の鳴き声みたいな悪いけどね、わしこの曲好きなんよなんて言ってましたね。はい受けてましたよ。でつまりねどこかで言ってたと思うんですけど、風さんって常にね自分のファンなんですよ。でこれはただね自己愛とかねナルシシストとかは全く別のことなんですね。全てのことを神ね宇宙が行っているというね風さんの言葉を思い出してほしいんです。神がやってるんだからそこに自分の自我が抜けてるんですね。だから言い換えれば天が自分にやらせてくれているというね謙虚な気持ちだし、全てはね神の作品だから、それは個人の自分から見ると素晴らしいってことになるんですよ。だからねいつもだから自然体で振る舞えるんですね。神の手に任せてるからね、自分でああしなきゃこうしないとちょっとかっこ悪いかもなんて思わないんですよね。だから風さんシャイだし、話すのもねあんまり得意じゃないんだけど、その恥ずかしさを隠さないからもうありのままに振る舞うのでね、だから傍から見てもね気持ちいいんですよね。自分を守ろうとしてないんですよ。これがね人生の秘訣ですね。最後のね8個もねイギリスの旗もらって手にも持ってましたけどね、なんかあんまりね危ないものもね投げ込まれなかったしね、なんかねぶら騒ぎの時結構心配してた人もいたと思うんですけれども、あれもねミュージシャンによると思うんですね。ドレイクなんかねもうあれですよ、ブラコレクションしてますよ。はい、それで自分の子供がねライブを見に来る時だけ頼むからみんな今日はブラ投げないでなんてね勝手なこと言ってますけどね、誰だったか忘れたけどなんかもらったブラのサイズ測ってね、それが結構好みのサイズだったから持ち主探したりね、だけどね風さんのファンはねどうかな、私は結構風さんのファンって頭おかしいかもしれないけど風さんの曲や歌詞に反応する人っていうのは精神性がね、高いっていうかそういうものがあって穏やかな人が多いんじゃないかなって気がするんですよね。でもねやっぱり日本やアジアではそうでもね欧米っていうのはまたね海線山線ですから、はい、ハードロックとかね R&B とかねいろんなジャンルでもねライブとなるとねもう観客もねグラスってあっちで言いますけどマリファナね吸うの当たり前だしねみたいなね結構その辺日本じゃ考えられないぐらいね自由なので何とも言えませんけどね、無事にねツアーを終えてくれるようにね皆さんお祈りしましょうね。はい、今週末にはいよいよあれですよ NN ジャズフェスですよ。そしてねすぐにモントルだから
もう由緒あるねどでかいフェスがね2つも控えてますね。でこの2つのフェスがねどんなものかっていうのはね説明動画だいぶ以前に出してますのでよかったらねご覧くださいね。まあ観客もね耳が肥えた人が来ると思うので、はい、一層風さんね力が入るんじゃないでしょうか。はい、だからもうね本当に楽しみに待ちましょうね。で本当にね今週も暑い1週間になりそうです。はい、それでは皆さん次回までまたお会いしましょうね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。さようなら。